なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者、第1章、魔王学院編、第11話、合格祝い、第12話、魔王の友達、朗読を始めます。魔王学院の不適合者、第11話、合格祝い。カランカラン、と店のドアベルが鳴った。いらっしゃ、アノスちゃん、お帰りなさい。店番をしていた母さんが俺の方へ歩いてくる。父さんは多分、工房で何か作っているのだろう。どうだった？緊張した面持ちで母さんが言う。合格したよ。そう口にすると、母さんがほっとしたように顔をほころばせ、俺をぎゅっと抱き寄せた。おめでとう、おめでとう、アノスちゃん。すごいわ、1ヶ月で学院に合格しちゃうなんて。本当にどうしてそんなに賢いの？アノスちゃんは、今夜はごちそうにするわね。やれやれ、自分が合格したわけではないというのに、この喜びようは何なのだ？親というのはこのようなものか。いやはや、全く理解できない。理解はできないのだが、まあ、悪い気分ではないな。アノスちゃんは何が食べたい？そうだな。できれば、キノコのグラタンがいい。2000年前から、俺の大好物である。側近からはもっと贅沢なものや、魔王らしいものを食べるようにと口を酸っぱくして言われたものだが、好きなものは好きなのだから仕方がない。だいたい、魔王らしいものは何かと尋ねると、人間、とかいう恐ろしい答えが返ってきた。人間が食えるわけないだろうが、バカめが。魔王がグラタンを食べていては示しがつかないだのなんだのとうるさかったが、くだらぬ。魔王というのは己のわがままを通す力を持つ者の名だ。なればこそ、食べたい時に食べたいものを食べる。俺はキノコのグラタンを食べる。わかったわ。キノコのグラタン、アノスちゃん、大好きだものね。そう言うと思ってお母さん、ちゃんと下ごしらえしてあるのよ。さすが母さん、昔の配下とは違うな。ああ、それと母さん、お客さんがいるんだが。お客さん？誰？振り向き、俺の背中に隠れるようにしていたミーシャを紹介する。ミーシャネクロンだ。教学院で知り合った。ミーシャは一歩前へ出て、抑揚のない声で言う。よろしく。ミーシャがペコリと頭を下げる。すると、なぜか母さんは驚いたような表情で、口元に手をやっていた。アノスちゃんが。母さんは動転したように大声で口走った。私のアノスちゃんが、もうお嫁さんを連れてきちゃったよ。家中に響き渡る声。ミーシャは小首をかしげた。私のこと？いや、悪い。ちょっと母さん、早とちりなところがあるから。いくらなんでも誤解しすぎではあるが。そう。いいのよ、アノスちゃん。アノスちゃんの幸せが、お母さんの幸せなんだからね。お母さん、反対しないわ。目尻を拭い、涙ながらに母さんが言う。一体、母さんの頭の中で、どんな妄想が駆け巡っているのか、ちょっと聞くのが恐ろしい。母さん、盛り上がってるところ悪いんだけど。バタンと勢いよく工房のドアが開かれた。アノス、でかした。それでこそ、男だ。父さんまでか。二人とも少しは落ち着いてくれ。振り返れば、お前が生まれたのがつい先日のように思い出される。父さんはなんだか気取ったポーズを決めて、窓に視線を注いでいる。いつか、父さんはこんな日が来るだろうと思っていたんだ。だけど、長いようで少し短かったな。と爽やかに父さんは笑った。そりゃ、1ヶ月だから短いだろう。いや、めでたい。イザベラ、今夜はごちそうだ。派手に祝うぞ。わかってるわ。あなた、アノスちゃんの門出だものね。満面の笑みを浮かべる父さんと、また涙ぐむ母さん。二人は向かい合い、とうなずいている。お父さんも、早とちり？ミーシャが俺に視線を向けてくる。そうなんだ。よし、そうと決まれば、早速料理を作ろう。ほら、イザベラ、笑顔だ、笑顔。そうね。アノスちゃんのおめでたい日に、お母さんが泣いてちゃダメよね。大丈夫。ちゃんと笑えるわ。呆然とする俺らをそっちのけで、父さんと母さんは二人でどこまでも盛り上がっていく。母さん、父さん。
ああ、いいんだ、アノス。今日は手伝わなくても、父さんたちだけでやるから。そんなこと言われても、俺は手伝ったことないよ。父さん。ほらほら、ミーシャちゃんに部屋でも見せてやりな。父さんに背中をぐいぐい押されるがまま、2階に上がり、俺の部屋までやってくる。ドアを閉める直前、父さんはキリリと表情を引き締めた。いいか、アノス。料理には2時間かかる。ちょっとぐらい大きな声を出しても、母さんには聞こえないよう、うまくやっとくからな。ふむ。父よ、あなたは何を言っているのだ。あのさ、父さん。安心しろ。こういうことは父さんに任せとけ。訂正する間もなく、父さんはドアを閉める。その直前、なんだかいやらしい声で言ったのだ。ごゆっくり。やれやれ。父さんたちには困ったものだ。悪い、ミーシャ。後で冷静になった時に話しておく。怖いものはない。というだけのことはあり、こんな状況でもミーシャは物おじしない。俺の部屋にぼーっと視線を巡らせている。何もない部屋。引っ越してきたばかりだからな。とはいえ、それほど物を増やすつもりもないが。でも、本当に悪かったな。騒がしい両親で。ミーシャは首を左右に振る。慣れてる。今朝、ミーシャの見送りに来ていた人間の男のことを思い出す。確かにミーシャの父さんも、似たようなところあるな。違う。ああ、悪い。さすがにうちほどじゃないか。ミーシャはまた首を左右に振った。お父さんじゃない。今朝、見送りに来ていたのが父親じゃないってことか？ミーシャはうなずく。親代わり。じゃ、身の親はどうしたんだ？忙しい。なるほど。そういうこともあるか。転生前の俺などは親代わりさえいなかったわけだしな。アノスは兄弟がいる？いや、いないが。どうしてだ？兄弟仲良く。ああ、ゼペスとリオルグに行ったことか。コクリ、とミーシャはうなずく。優しい。俺がか？はわ、と思わず笑いが漏れた。おかしかった？いやいや、そんなことを言われたのは初めてだからな。なんて言われる？そうだな。俺はこれまでの人生で言われたことを振り返る。お前が生きてるとこの世のためにならないとか、鬼、悪魔、この外道、貴様の血は何色だ、ってのはよく耳にしたな。ミーシャはじーっと俺を見つめてきた。いじめられてた？俺がか、まさか？必要に迫られてとはいえ、どちらかといえば、俺がやったことの報いだろう。言い訳をするつもりはない。原因は俺にある。だが、きっぱり否定したというのにミーシャは言った。いじめる方が悪い、アノスは悪くない。いや、そうは言ってもな。ミーシャは背伸びをして、俺の頭にそっと触れる。よしよし。ふむ、何やら誤解されてしまったな。こそばゆいことをする。いじめられてた云々は置いといてだ。優しいってのは、どうだろうな、あいつらにも余計な世話だったみたいだぞ。ゼペスのやつ、ものの見事に兄を消し済みにしていたしな。それは結果。そうか？ミーシャはうなずく。アノスは優しい。そう言われるのは案外、悪くない気分だった。ミーシャは兄弟がいるのか？ほんの少し考えてから、ミーシャは言った。お姉ちゃん、仲がいいのか？すると、ミーシャは黙った。わからない。わからない。というのは不思議な答えだな。良いか悪いか、どちらかだろうに、何か事情があるのだろうか？心配。おう、まあな。優しい。姉のことを話してくれるのかとも思ったが、ミーシャはほんの少し笑っただけだ。その後、料理ができるまでの間しばらく、取り留めのない会話を交わしていた。第12話、魔王の友達。夕食の準備ができたということで、俺とミーシャは居間に移動した。食卓には俺の大好物であるキノコのグラタンをはじめとして、豪華な料理が並べられていた。さあ、召し上がれ。母さんがそう言って、大皿に入ったグラタンを、小皿に取り分けてくれる。このかぐわしい匂い、たまらない。今にもよだれが溢れそうだ。ミーシャちゃんも、たくさん食べてね。自慢するわけではないが、母さんの料理は正直うまい。
こればかりは神話の時代に食べたどんな料理もかなわないだろう。平和な世の中は、魔法を退化させはしたものの、代わりに料理を進化させたというのが、ここ1ヶ月母さんの手料理を食べ続けた俺の結論である。いただこう。俺はスプーンでグラタンをすくう。これは？なんだと？このグラタン、キノコが3種類も入っている。エリンギ、マッシュルーム、ポルチーニだけ。いつもは1種類だけなのに。お母さん、奮発しちゃったわ。俺の心中を見透かしたように、母さんが笑う。ほらほら、召し上がれ。俺はうなずき、グラタンを口に含んだ。うまい。とろけるようなクリーミーな味わいが舌に広がり、塩辛さの中にほんのりと甘味がある。そしてぎゅっと凝縮された濃厚な旨味が、ガツンと胃に入ってくる。キノコの食感もシャッキシャキで、このままいくらでも噛み続けていたい。ああ、転生してよかった。本当によかった。ふふう、アノスちゃんはすぐに大きくなっちゃったけど、食べてる時の顔はまだまだ子供だよね。母さんがそんなことを言う。俺は夢中になって、グラタンに食らいついていた。ところで、お母さん、ちょっと聞きたいんだけどね。そう前置きをして、母さんは真剣な表情を浮かべた。ミーシャちゃんは、アノスちゃんのどこが好きなのかな？ガハ、ガハ。思いっきりむせた。アノスちゃん、大丈夫？俺としたことが、グラタンを気管に入れてしまうとは迂闊だった。というか、グラタンの美味しさに夢中になるあまり、母さんたちに本当のことを話すのをすっかり忘れていたぞ。魔王と呼ばれた俺に冷静さを失わせるとは、母さんのグラタンは、なんという恐ろしい魔力なのだ。この時代で俺に対抗できるのは、あるいは母さんなのかもしれぬな。それで、どこなのかな？ミーシャは無表情でじっと考える。優しいところ。淡々と言葉が発せられた瞬間、母さんはぐっと拳を握った。そうなのよ。アノスちゃんって本当に優しいの。だってね、アノスちゃんは本当は一人でディルヘイドに来ようとしてたんだけど、お母さんが寂しいっていうのを知って、一緒に連れてきてくれたのよ。ふむ、なるほどな。これが親バカというものか。体験するのは初めてのことだが、なかなかに気恥ずかしいことだな。親孝行。そうでしょ。ミーシャちゃんって、わかってるわ。さすがアノスちゃんが選んだだけのことはあるわね。よし、今だ。軽く訂正しておこう。母さん。アノスちゃんはキノコのグラタンおかわりいる？何？まだあるのか？もらおう。母さんがよそってくれたグラタンに、俺は夢中になって食らいつく。それで、アノスちゃんとミーシャちゃんの馴れ初めって、どうなの？馴れ初め？どんな風に出会ったの？どっちから声をかけた？声をかけてきたのは、アノス。もう、さすがアノスちゃん。女の子に自分から声をかけるなんて、この女たらしい。母さんがヒューヒュー、と口笛を吹いてくる。一体、なんだというのだ。それで、アノスちゃんはなんて声をかけてきたの？俺の言葉を思い出しているのか、ミーシャは視線を上にやって考える。お互い苦労するな。キャー隠すい。アノスちゃん、もう何それ？そんなこと言われたら、女の子は一発で落ちちゃうんだよ。何がかっこいいのか全然わからないが、親バカと化している母さんに何を言っても無駄だろうから、もう少し様子を見よう。何せ、まだグラタンも残っている。熱いうちに食べなければ。それで、ミーシャちゃんはなんて答えたの？もう、以心伝心。最初から相性バッチリ、運命の恋ね。母さんはうっとりとした表情で自分の世界に入ったまま、まるで出てくる気配がない。じゃあ、二人は、もう、キスした？よし。この質問をきっかけにして、本当のことを説明できそうだな。さすがにキスをしていなくては恋人同士というのさえ疑わしい。してない。結婚まで取っておくなんて、ロマンチック。そうきたか。でも、どうしようかしら？アノスちゃんはまだ1ヶ月なのよ。結婚できる年になるまで、まだまだ時間がかかりそうだわ。1ヶ月？そうなのよ。
びっくりするでしょ？アノスちゃんってすっごく賢くて、生まれた時から喋れたのよ。それに魔法も使えて、クルスト、でこんなに大きくなっちゃったの。ミーシャがじっと俺の方を見てくる。いくら魔族といえども、1ヶ月で魔法を使えるようになるというのは、そうそうあることではない。つまり、俺が転生したという裏付けになる。だからといって、すぐに魔王だと信じられるわけではないだろうがな。魔王以外が転生の魔法を使ったとしても、何の不思議もない。あれ？もしかして、ミーシャちゃん、年の差を気にするタイプ？母さんは全く見当違いのことを考えている。気にしない。そうよね。年下の旦那様も、いいものよね。アノスちゃんって、こんなに可愛いし。ミーシャがまた俺の方を向く。可愛い？そんな目で見るな。そのやりとりに、母さんは両拳を上下に振った。キャー。ねえ、あなた、聞いた？今の、聞いた？可愛い？そんな目で見るな、ですって、やだもう？何？熟年夫婦なの？おお。興奮する母さん。父さんは酒を飲みながら、感慨深そうに一人うんうんとうなずき、遠くを眺めている。とりあえず、そのうち落ち着くだろうと思っていたが、母さんは終始テンション高めで、まくし立てるように喋ってくるので、ミーシャのことを訂正する隙は全くない。あれよあれよという間に夕食は終わり、そのまま賑やかに喋り続けている間に夜もすっかり遅くなってしまった。途中までミーシャを送るということで、俺たちは外に出た。だしな。ミーシャは素直に俺の手を掴んだ。ガトム、で家まで送ってやる。知らないのに？家の場所を思い浮かべてくれ。思念を読み取って送る。できる？余裕だ。ミーシャがじっと俺を見る。すごい。ミーシャが思い浮かべた家の場所が、繋いだ手を通して俺の頭に伝わってくる。今日は悪かったな。ふるふるとミーシャが首を振る。楽しかった。なら、いいんだが、父さんと母さんが落ち着いてから、ホーユーだって訂正しとく。ホーユー？ああ、この時代だと友達か。すると、ミーシャは自分を指さした。友達？違ったか。では何と言うんだ。こういう関係のことを？ミーシャは首を横に振り、それから、にっこりと笑った。嬉しい。そうか。ガトムを使うため、手に魔力を込める。じゃ、また学校でな。さよなら。ミーシャの体が消えていき、彼女は手にした。次回は、魔王学院の不適合者。第13話、不適合者の烙印。第14話、破滅の魔女。高評価、チャンネル登録、お願いします。